名古屋空港に隣接する安らぎの園。慰霊の日の今日、遺族らが犠牲者を追悼し、空の安全を祈りました。私の主人なんですけれど、いつも一緒におってくれるような気がしておるんです、私。それでないと、なんとなくやってけれんかなと思って。今年も来たよと、ね、忘れてないよと。両親のもう年を越してしまったんですね。亡くなった年よりも過ぎてしまったので、今考えるとまだ若かったのかなと思うんですけど、乗り物の安全であったり、社会の安全であったりというものはこれで終わりというのが基本的にないんだろうと思います。遺族として、訴えていかないといけないんじゃないかなと。1994年4月26日。名古屋空港、私、現場のすぐ横、もう目の前に機体の残骸が転がっています。そこにおります、中華航空の機体、ほとんど跡形、ないと言っていいほどの壊れ方です。台湾発の中華航空機が名古屋空港で着陸に失敗。乗客乗員合わせて264人が亡くなり、国内の航空事故としては1985年の日航ジャンボ機墜落事故に次ぐ大惨事となりました。初めて見る光景で、ちょっと足がすくんだのは覚えています。当時、航空自衛隊の小牧基地に所属していた中村秀明さん。発生直後の現場の様子を今も鮮明に覚えています。人の気配が全くなかったんです。立ち歩いてる人とか、そういう人たちは全くいなくて。少し経つと、子供の泣き声が聞こえてきました。大破し、瓦礫のようになった機体の下からでした。7、8人はいました。もうそれぐらいじゃないと逆に上がんなかった瓦礫だったんで。自分がその瓦礫の中で見つけたので入っていった時に、元気に泣いてくれてるんで、あ、大丈夫かな、生きてくれるなって感じで、痛くならないように全部包むように抱いて、もうそのまま救急車の方に連れて行きました。乗っていた271人のうち生存者はわずか7人。その中に3歳の男の子がいました。あれから29年。前は怖がってた。前怖がってたのにすごいじゃん。長谷部博義さん、32歳。一緒に乗っていた母親は事故の時に亡くなりました。その目を覚ました時に何が見えたんですか？小牧市民病院の病棟の天井と、父の声ですね。ヒロパパだぞと、はい、わかるかと。一命は取り留めましたが、脾臓が破裂するなど内臓に大きな損傷を受け、足は骨折していました。損傷した、脾臓摘出と、お腹に今も傷が残っておりますし、ふくらはぎとかかとに傷を負ってるっていうのは。小牧市民病院の外科部長として長谷部さんの治療を担当したのが末永博之医師です。相関チューブを抜く前、今はその機械呼吸から外れる寸前のところまで来ております。一応今のところなんとか少しずつ解放に向かっているというふうに認識しております。末永医師に当時の心境を聞くと、
多分お母さんがヒロ君をきっと何とかと支えてくれたもんだからいろいろ多発がありましたけども命があったっていうようなところもやっぱりありますよね。これは何としてもこれは助けたいっていう気持ちはもちろん強かったですね。一番大変だったのはやっぱりその手術の後の呼吸管理でしたね。滲出性が出てくるもんですから30分に1回ぐらいは吸引しないとどんどん酸素濃度が下がってくるわけですね。つきっきりの治療はおよそ2週間続き、次第に呼吸は安定していったといいます。そうしますとその次はその水だとか物が飲めるかっていう話になるわけですね。ペコちゃんキャンディっていうのがありまして舐めてそれから唾液とともに一緒にゴクンと飲んだんですね。それがむせなかったもんだからこれならなんとか飲めるようにも食べるようにもなるなっていうふうなそういうふうな。はい、サインおめでとうございます。はい、お大事にしてください。その後も長谷部さんの回復は進み、事故から3ヶ月後、退院の日を迎えました。当時は、母親亡くして辛かったですけど、それからの過程は全然辛いことももう乗り越えましたし、飛行機事故より辛いことなんてないと心に思ってたので何でも乗り越えてこれました。退院から26年後、長谷部さんの結婚式には末永医師の姿が。ヒロ君はこの子はものすごく強い子で一回も泣いたりしたことなかったですね。そういう中でいやもうめちゃくちゃ嬉しかったですね。本当に最大の恩返しになったなと。末永先生はもう事故当時からもう家にも帰らずもうほぼほぼ24時間付き添いで自分の横にいてくれて、水すら飲めなかったんで綿棒か綿使って水を飲ませてくれたりっていう命の恩人だなと。ありますよね。本当に大変だった人がでまたお母さんの分まで幸せになってほしいというふうに願ってたわけですよね。よかったな、本当にあるふうに医者冥利に尽きるなっていうところはありましたよね。そして当時救助活動に当たった自衛隊の中村さんとも運命的な再会が。7年前、中村さんは知人の紹介で長谷部さんが経営する店を訪れたそうです。もうこちらが大泣きしちゃいましたね。生きててくれてよかったと思って、抱き合って、すごい来てたとかいう感じですごい喜んでいました。航空整備員の中村さんは業務中、常に心に留めていることがあるといいます。中華航空機事故を経験して、整備員として航空事故を予防もしくは防ぐためにはどうすればいいのかという形で自分に仕事を向き合う姿勢ですよね。そういうのを考えて、日々、邁進している状態です。おととし、父親となった長谷部さん。事故の後、常に寄り添ってくれた自分の父親には特別な思いがあると話します。朝から晩までっていう仕事を昼までにしたりだとか、もうその会社がそれが通用しなければ、転職したりだとか、事故以来、悲しい顔せずに自分のためを思ってたと思うんですけども、常に明るく常に楽しいことをしようっていう、自分の中で自分の父親が一番なので、その一番を超えたいなっていうのはありますし、今も飛行機に乗ると手に汗をかくなど
緊張感に襲われるといいます。悲惨な事故が二度と起きないように。長谷部さんは中華航空機事故を風化させてはならないと訴えます。まずはもうこういう飛行機事故をなくしてほしい。でこのような被害者遺族、被害者の方々に辛い思いしてほしくないっていうのがあるんで、まず被害者と被害者遺族を出さないこと、それを一番に望みますね。で日本でも相当大きな事故だったっていう、その時に授かったね、生き残ったっていうことで、今後自分が後世の方々にも伝えていけたらなと